今回はスマホケースを作ろうと思うんですが、コラボ企画でやっていきます。コラボするのはこちら、ライノシールドさんの MOD-NX というスマホケースです。このスマホケースはフレームと背面プレートから構成されるケースになっているんですが、要はこの背面プレートと互換性のあるデザインを私が作って、MOD-NX のフレームと組み合わせることでオリジナルスマホケースを作ろうっていう企画です。コラボの利点としては、MOD-NX のフレームによる対衝撃性の恩恵を受けることができたり、メーカー目線で言うなら、スマホの採寸や取り付けテストを省けることによって設計難易度が大きく下げられるなどが挙げられます。というわけで、オリジナルの背面プレートを早速作っていきましょう。まずはリバースエンジニアリングです。左右に2つずつ、上下に1つの取り付け用のタブがあるみたいです。なんとなくの形を出力しながら寸法を固めていきます。2回目でうまくできました。次はフレームの高さまで厚みをつけてみます。厚さがフレームの高さ未満なら、平坦な地面に落とした時にどの角度でもフレームが衝撃を受けるようになります。ですが、この時の背面の厚さが 4.4mm です。4.4mm は機構を入れるにはチートばかし窮屈かもしれません。まあ、特に制限があるわけではないので、多少厚さを持たせてもいいとは思います。ついでにここで造形できる範囲について考えてみます。地面を平面と仮定して、スマホを落とした1回目の衝撃をできるだけフレームが受けてほしいわけです。落下時のスマホの向きをランダムとしたとき、例えばフレームが衝撃を受けてくれる確率を100から 95% に下げればその分厚くできるはずです。これはつまり、立体角の確率分布の問題です。スマホの背面から垂直に立てた線をぐるぐる回してできた範囲が、球全体の 5% の表面積になればいいわけです。計算するとこの角度が約 25.8 度で 5% の表面積になるようです。なので、フレームから約 25.8 度だけ面を起こしてできた範囲が、95% の確率でフレームが衝撃を受けれる造形可能範囲になります。必要なデータが揃ったので、オリジナルの背面プレートの作成をしていきます。作るのはルーレット機構を搭載したスマホケースです。今回は作品データを無料配布予定なので、印刷部品のみで完成するように設計します。レバー、加速用の歯車、ルーレットの歯車から構成されます。ルーレットの内容はとりあえず食べ物にしてみました。というわけでこんな感じのデザインになりました。厚さは装着した時に 18mm です。このデータを元に作っていきます。
今回印刷した部品数は14でした。本体パーツは一部が稼働できるようになっています。可動パーツはルーレットの歯車との接続を切り離すのに使います。レバーを回すと連動して歯車が回り、レバーがピンと接触することで歯車の接続が切り替わります。ルーレットは8つの目があれば何でも OK です。これで完成です。スマホに装着します。では使ってみます。例えばお昼に何食べるか迷ってるとするじゃないですか。そんな時にこのスマホケースがあれば、なんと勝手に決めてくれるんです。厚みの感覚ですが、角を落とした形状になっているので持った時にはそこまで厚さを感じることはありません。空針も2つ作ってみました。こちらはルーレットを数字にしてみました。こちらは旅人向けに方角をルーレットにしました。というわけで今回は MOD-NX とコラボしたスマホケースの制作でした。MOD-NX については概要欄にて商品リンクを貼っておきます。また、今回コラボするにあたってクーポンコードが用意されているので、こちらもご利用ください。あとは私から、
今回制作したスマホケースの STL ファイルは私のブースサイトよりダウンロード可能です。ついでに無垢なモデルもステップファイルで置いておくので、自作したい人はぜひご利用ください。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。